こんにちは、きこです。今日もインドからお届けします。すいません、ちょっと空いちゃってね。今日は家族のことについてお話ししたいと思っています。で、家族のことってやっぱりすごい執着が生まれやすいと思うんですよ。で、それについてどうすればいいかっていうことで、えっとやっぱ家族って結局自分の内側が映し出してるから、家族の人っていうのは自分の投影ではあるんだけど、例えばさ、家族が病気であったりとか、家族の人がさ、なんかすごいくせ者だとするじゃないですか。それが自分が結局映し出しているから自分の責任になるのかっていう、病気とかもねっていうことのお話を言われた時に、これは、自分の投影ではあるっていうところにこう持ってかなくていいっていう感じだと思うんですよ。で、なぜならやっぱりね、その人がやっぱ今世やりたいことっていうのももちろんあるんですよ。全ては投影ではあるんだけど、自分が映し出してるものであるんだけど、家族になってるっていうのは、旦那さんであったり、奥さんであったり、お父さん、お母さんであるっていう、兄弟であったりとか、それは、宿命っていうのかな、一緒になるっていうのは宿命でもあって、そこでお互いに体験したいことがあるから、契約をして一緒に、過ごしてるっていう感じだと思うんですね。で、じゃあ、例えば私の、そうなんだ、旦那さんだとすると、たまに体むくんだりするんですよ、旦那さんが。なんかちょっと腎臓とか悪いのかな、わかんないんだけど、で、むくんでるな、みたいな、心配したりとか、たまに高血圧になったりとかするんだけど、あの、私には本当どうしようもないですよね。で、本人がさ、やっぱすごい気にするんですよ。血圧が高いっていうこととか気にしてしょっちゅうこう測ってんですよね。で、測りすぎて上がってるっていう感じのがすごいあるんだけど、でも言ってもすっごい真面目だから、何回もこうなんで測って確認したいみたいなのね。そう。で、これをさ、例えば私が気にしてたら、で、下がんないとか、一緒になって気にしてたら上がった下がったみたいな感じで自分も嫌な気持ちになってるけど、どんなに言ってもやっぱり旦那さんはそうやってやりたいわけだから、ほっといてるんですよ。やりたいんだなと思って。で、足がむくんでるとか言ってて、どっか悪いのかなとか心配しそうだけど、これもやっぱり本人がやりたくてやってるわけだから、自分ができるとこは、その食べ物とか、早く寝なとか、マッサージしたりとかはするけど、あとはもうさ、委ねるっていうの、最善になるって委ねるしかないなと。ここにさ、やっぱ執着が生まれてきたり、なんていうのかな、なんとかしてあげようというふうにしていくと自分が超苦しくなる。なぜならその彼は彼で自分で、そうやってやりたいんですよ。そういう体験がしたいっていうのがあるから、あともともと持ってる性格的なものがあるから、そこに対して私があんまり気にしないっていうことはできるから、最善になっていくっていう感じで委ねてるって感じなんですね。だから血圧とかもやっぱりすごいこう安定してきたり、でもね、測りまくってる時はすっごい上がるんですよ。だからやっぱり気にすると上がんだなって言って笑いながら見てたり、もうやめなよ測んのって言うんだけど、真面目だから、なんていうの、すっごい測りまくって、そうそう。で、むくんでるのも、むくんでるって気にしてる時はしょっちゅうそうだってなるんだけど、なんかいつの間にか治っちゃったりしてケロッとしてたりとかするんですね。なんか、わかるかなこのあたり。だからあんまり気にしないっていうことと、やっぱその相手は相手の自分で体験したいことが大きい目で見た時にやっぱ今世の中で体験したいことがあるわけだから、そういうのもやってみたかったんですよ。宇宙からしたらさ。そう。だから最善になっていくっていう感じで委ねて、あとはもう自分は自分のことに集中するんですよね。自分がやっぱ心地よく安心ほっとするリラックス好きなことをやる無になる。自分の大事な時間を大事に使う。楽しくあることに。だから彼の方にばっかり意識を向けてたら私は嫌な気持ちになるから、あんまり向けないで好きにやってなみたいな、私は好きなことやってるからゴロゴロしてるからみたいな感じで、それで旦那さんも好きなことやってるんですよ。だからいい感じだし、でしかもだからこういうの気にして病気みたいな体の調子が悪いみたいなやつも良くなっちゃうんですよね。薬飲んでるみたいだけど、何の薬飲んでるかとかも全然知らない。薬好きなんですよね。この好きだな。だからこの
気持ちが変わるみたいで、やっぱ安心感みたいな。だから全然薬を飲むこととかが悪いとも思わないし、そういうのが必要だと思うんだったら飲めばいいと思うから、私は何にも言わないって感じですね。これよくわかんじゃないかなと思うんですよ。なんとかしてあげなければとか、例えば私の場合だとお兄ちゃんとかも亡くなってるから、なんか亡くなる前にやっぱりさ、お兄ちゃんってすごくこうなんとか治ってほしいって思ってたんだけど、やっぱり今世のところで彼がどれだけこう体験したいかっていうのかな。ことはもう彼の人生なわけだから、私がどんなにこうあってほしいと思ったってやっぱりこれ、お兄ちゃん亡くなるっていう形になりましたけれども、やっぱり体験したかったことはそういういろんな体験ができたんじゃないかと思うんですね。でここに私がさすっごい執着をしてこうなってほしいああなってほしいってやつは苦しくって自分が病気になっちゃうんじゃないかと思うんですけど、もう委ねて最善になっていくって委ねていいイメージをすることしか私はできなかったかなと思うけど、それでよかったし、あと自分の心地よくいることができたっていうか、であとだからお兄ちゃんは最善な形で亡くなってったんですよね。なんて言うんだろう、本当にこうみんなに愛されて本当に全てがいい感じになったから、そうこれが私のせいで亡くなったんじゃないかとか、こうなったらこうなってればよかったとか、もうそういうこうなんていうの後悔みたいなことも一切ないし、そうだから自分とやっぱ家族っていうのは近いものだから切り離して考えるっていうのがすごい大事なんですよ。子供であってもそう一人の個人ですから、切り離すエーテルコードカット浄化した方がいいよね、しょっちゅう。ミカエル呼んで、ミカエル来てください、浄化とエーテルコードカットお願いしますって。もう大事に思う人がいればいるほど私は切りまくるんですよね。ざっくり切るっていうか、なんか大好きになっちゃうから、すっごい大好きになっちゃうから、もう子供も大好きだし、旦那さんも大好きだし、周りの人たちにもすごくやっぱり愛がいっちゃうんですよね。でも行き過ぎるとやっぱりこう自分が重くなるし楽しくなくなっちゃうんですよ。つまんなくなっちゃうのね。そうでお互いにとって良くないから切りまくる、ハサミジョキジョキみたいな感じで、そうするとほんとフラットな状態に見えるから、で軽くいられるんだよね。いいねみたいな。旦那さんとかも「おおやってんね血圧測ってんね」みたいな感じでなんか好きだね機械がみたいな感じでやったりしてね、笑ったりできちゃうんですよね。それでいい感じになっちゃうから、この辺りわかんじゃないかな。やっぱ親とかもそうです。やっぱり本当にこう元気であってほしいとかさ、なんていうのかな、悲しんでほしくないとか、本当にそうやって人のことを思うんだったら、やっぱ切り離してあげれば勝手に自由になっていっちゃうし、喜んでくれるんですよね。親とかももう本当に委ねて最善になっていって最高な状態で過ごしてくれるでしょうみたいな感じで宇宙に投げてんですよ。だから本当にさ、電話するたびにもういつも楽しくてしょうがないよみたいな、もう本当にもうすごいと思って、宇宙ってすごいよ。委ねるっていうことがこんなに人を自由にするんだなっていうのと、私がやっぱりなんていうの、周りに対してこうあってほしいっていうことが委ねることによって勝手にそうやってなっていくんですよね。すごくないですか？自分で何とかしようとすると縛っちゃってるってことなんですよ。自分のこの顕在意識で縛る枠を作っちゃうんですよね、自分が。だから身動きが自分も相手も取れなくなっちゃうんだけど、こう委ねて最善になっていくってもう意図していけば、なんか投げるみたいな感じでもう無理みたいな感じで投げちゃえば、みんなが自由になって良くなっちゃうっていう、この世のからくりってこういう感じなんですよね。だから一見すると良さそうなことも執着になっているっていう可能性があるから、やっぱりどん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 手放していくこと、あのあとさ、こう恋人とか旦那さんとかとこう別れたい人がね、奥さんと別れたいとか、そういう人とか多いのかな、やっぱりこう自由に生きるっていうところで。あと同じ年代の人、私世代だとどうかな、でももうちょっと上の世代の女の人は結構自分の価値観と合わなくなっていると思うんですよ。その旦那さんとか大体ね、昔の昭和みたいなガッチガチなこうなんで間違えた逆走ストーリーを逆走しまくっていた世代の人たちと結婚してる女の人は結構苦しい人多いかもしれないから、
自由になりたいって思ってるとこで結構そこで葛藤があったりするかなと思うんだけど、まずは自分でできる範囲までやっぱり自分を統合していく、その人がどうっていうこともをちょっと一応置いといて、自分自身が統合していって自分が心地よくなることであったり、その人のことをあんま気にしないみたいな、旦那さんとか奥さんのことあんま気にしないとか、そういう感じでまずは歩み寄りっていうの、できる範囲まで自分を統合させていくことが大事だと思います。その人がいなくなったとしてもまた同じようなことを繰り返す可能性があるから、統合するための一つのきっかけとして、自分自身が何て言うのかな、できるところまでやっぱブロック解除とかで、結局気にしなくなると相手が良くなっちゃうことが多いんじゃないかと思うんですよね。本当に自分を生き出すんですよ。だから気にしない。でもやっぱり気になるんですよ。その癖がある。相手のことが嫌だって思ってるってことは、相手のことをすごく気にしてるってことになっちゃうから、それでお互いに、縛って苦しくなるんだと思うから、ここの辺りをやっぱりなんていうの、手放す。で、自分が心地いいことをなるべくやるようにして、で、そうすると相手が変わってきたりするから、またラブラブになるみたいな感じになったりすると思うんでね。私としては、みんなその自由な選択、自由な恋愛であったり、自由な選択していいと思うし、なんだろう。地球的な結婚のシステムとかってやっぱ不自然だから、そういうとこもどんどん変わってくると思うんだけど、せっかく縁があった人だから、そこで自分ができる限りの統合をするといいと思うんですよ。で、そうするとほら、結局自分の投影だから相手が変わったら一番いいわけで、みんながみんな幸せになるといいじゃないですか。あの、そういう感じになるといいと思うので、それがおすすめかなと思いますね。それでもやっぱりちょっと、やっぱりさ、全然違う次元だから、私より上世代の人の男の人は頑固な人が多いから、やっぱ考え方の、真逆なことを押し付けてくるみたいな、男の人がやっぱ多いかな。女の人もいるかもしれないね。お母さん世代とか。だから全然合わないっていう人も出てくると思うんだけど、そのあたりのところはやっぱりできる限りちょっと自分の時間を持つようにして、自分を統合していく、ブロック解除統合のワークをして、思い込みを外していったり、気にしないっていう風に自分を意識してみると、意外と全然できちゃうというかさ、いい感じになっていくんではない。みんなのその人間関係もいい感じになってって、みんなで笑い合ったり喜び合ったりってことが、今の環境だって全く違うパラレルワールドが用意されてるから、今の関わってる人たちと共に喜ぶこともできる。それが一番いいような気もするしね。全く違う人間関係になってももちろんいいと思うんだけど、みんなが幸せであってほしいって思うよね。こういう形でもできるっていう感じで、一つお伝えしました。とにかく執着を切るっていうのがポイントになると思いますので、よかったらやってみてください。ではでは。